皆さん、こんにちは。こんにちは、ディレクターです。ディレクターさんもお元気ですか？ YouTuber 兼漫画家のボイチです。今回の映像も引き続き漫画コラムの時間です。漫画コラムの時間は、私が漫画家としていながら悩んで悟りました。そして勉強して習ってきた漫画に真剣な話が盛り込まれています。おそらく多くの方々がよく知らないんじゃないでしょうか。このような話を皆さんに共有したいと思います。ある話は漫画業界ではとても一般的ですが、外部にはあまり知られていない話です。あるいはグローバルではよくある話ですが、日本の漫画ではあまり知られていない話です。その他にもいろいろ興味深い話のネタもありますが、とにかく漫画コラムはそんな多様な話をします。これを準備しながら私という漫画家に対して自ら悩んでみたんですが、私の人生がすごくユニークな気がします。変わり者があふれているこの業界でも珍しいケースです。どの業界でも、あるいはどの産業領域や分野にも多くの留学生がいます。外国人もたくさんいます。日本の自動車産業とか、あるいは半導体産業を例に挙げますと、海外に多くの留学を行ってきた日本人が存在します。また、海外から多くの外国人が日本に来て働いたりします。そうじゃないですか。ところで、ここ日本の漫画界では、外国人があまりいません。全体で見ると、それでもちらほら見えるんですけど、ある特定の分野と部分を細かく見ていくと全然見つかりません。留学経験を持つ人はなおさらです。海外に留学に行ってきた人もいないんですが、外国の業界を経験したことがある人はなおさらいないでしょう。留学生もいないのに海外の業界を体験した人がいますか？でもこれは日本だけではありません。全世界のコミックス全体がある程度似ています。例えば、アメリカンコミックスの方に行くと、多いヨーロッパの作家さんたちと、あるいは隣国のカナダやメキシコ、そしてブラジル、こういう方の作家さんたちがアメリカのコミックスで活動をします。素晴らしいことですが、それが果たしてグローバル化になる？それはまた違います。交流できる部分があるんですけど、その交流を通じて起きるグローバル現象が起きているのかというと、あまりそうではありません。基本的グローバル化されていない状態を維持し続けているのです。こんな世界の中で私は韓国で10年間漫画家として活動しましたし、日本で漫画家として20年間活動してきました。とても珍しい経歴を持っているのです。私は留学に行ってきた留学生ではなく、韓国と日本が両国の漫画界でかなりの実践経験を積んだ作家なんです。よく見るとか成り代わっていて面白いケースです。しかし、もっと得意なことはですね、私はただ漫画家として経験を積んだのではなく、とても多様な経験をしました。あるいは漫画界にあった歴史的状況や事件、ある産業的攻防を経験したということです。単純に業界にいるからその流れを見守ったんじゃなくて、事件に直接的に飛び込んで討論して研究しています。あるいは新しいビジネスモデル全般参加もしました。そうなので、ほとんどの人が見るにはとても不思議な経験を身をもってしたのです。例えば、私の故郷韓国の漫画界の人たちが見てもとても不思議な経験、そういうことがたくさんあって、日本の漫画界の観戦から見ても
彼らの目と耳にもとても不思議なものをたくさん見て体験した人なんです。なのでそういうことを一人で経験して感じた人なので、他の人たちとは考えが違うこともあるんじゃないですか。まあ私の考えでは、私には少しそういう面があると思います。そして他の人とはちょっと違う経験からにじみ出た観点と考えから出てくる結論とは、世界の漫画家志望者たちは宝物だということです。これからこの世界を救い、文化の量と質を強大にする宝物という経験、その国にも宝物ですし、日本にも宝物ですし、さらに未来全体は世界のみんなにとって宝物だというのが私の結論です。普通、経験豊富な人が案内をとてもよくしてくれるじゃないですか。多くのものを見る人がそんなことをするじゃないですか。それで私が指す方向が正しいと思います。もちろん私は素晴らしい漫画家ではありません。とても不足しています。勉強しなければならないことがとてもたくさんあります。しかし私の経験は非常にユニークです。私のような経験をした作家がないと思います。もしいらっしゃるなら一度お会いしたいです。私の考えではないようです。なのでコラムの時間を作ってこういう話をしてあげたいんですけれども、どんなものはとても重い話かもしれません。あるものは面白くて軽い話もあります。でも聞いてください。皆さん全員が同意しなくても大丈夫です。無視しても大丈夫です。しかし私は漫画家として生きていく中で珍しい経験をしています。多くのことを見てきた人として皆さんに頑張ってお話しするつもりです。たとえ同意されないとか無視されたとしても、私は最善を尽くして話をするつもりです。見守ってくださればと思います。それで私がこの前の時間のコラムでどんな話をしたかというとですね、それぞれの国の漫画が誕生することがどれだけその国にとって良いことなのかについてお話しました。いろいろとすごくいいことですが、その中で一つだけ取り上げて言いました。漫画はその国に文化産業を強大にするのに必要なもの。豊かで多様なその国だけの IP を生産してくれる役割をしてくれます。多様で豊富な検証済み IP。これを何と呼べばいいですか？文化産業の半導体です。でしょう。私が数多くのユニークな経験をして、多くのことを見て苦悩して研究してきた末に下した結論の中の一つです。漫画はそれ自体がその国の文化の半導体なんです。半導体が産業の米のように、文化産業の根本です。文化産業の半導体です。おお、とてもタイムリーな表現です。なんで時期に適した面があるかというと、国が産業の基盤を築くために、半導体産業のためにやりそうなことが全て必要だという結論を下すことができるからです。こんな話をしました。おっと、もう前回の映像のレビューだけでかなり時間が経ったようです。その次にそれについてです。サウジアラビアに関連した記事を一つご紹介しました。とても素敵な記事です。サウジアラビアと日本との協業、グローバル漫画プラットフォームを作るというものすごい記事です。それで日本の漫画を中東と世界に発信させます。このサウジアラビアの歩みがとても素晴らしいです。本当に素敵です。本当にありがたいし、本当にすごいと思うポイントはですね、海賊版で漫画を見るところで合法的なプラットフォームを展開するというビジョンです。やばいです。狂うほどいいビジョンなんです。これは私がずっと前から主張していたことなんですが、海賊版漫画を見る国々の読者を大切にしましょう。彼らは泥棒ではなく大切な消費者だと思ってください。きっと海賊版、スキャン漫画を違法に流通している人は犯罪者であり間違っていますが、読者たちは仕方なくそれを通じてだけ
漫画を読むしかない状況が間違ったのです。私たちは彼らのために良い漫画サービスを提供できませんでした。ここから反省して考えなければならないのです。私が本当に昔からそう主張してきたんです。ところでサウジアラビアでこれをすると言ったら本当にありがたいです。しかしこのニュースを紹介すると同時にこんな話もしました。どうせ始めるならサウジアラビアに漫画界を誕生させてください。なぜなら漫画は文化産業の石油だからです。文化産業の根本であり半導体ですから。そういう提案をする理由が実はもう一つあります。申し訳ありませんがいつかお話しします。うわー、頭が痛いです。私が何日目ずっとこれをかぶりながら撮影したんですが、もう頭がとても痛いです。俗に言いますと、今回のお話はこれです。各国に漫画界が誕生したら、その国にとって良いことも分かりますし、その国のグローバルプラットフォームも出てきて全部いいということは分かります。グローバルプラットフォームにいいですから、当然日本の漫画界にもとても良いです。不法海賊版を取り締まるのに当然良いことです。日本の漫画家や漫画出版社のためにも、日本のデジタル漫画のプラットフォームを展開する会社のためにも、今すぐ海賊版だけが取り締まるだけでもとても良いことです。全世界の読者の9割が海賊版の漫画を見ているそうですが、彼らに合法的に漫画を楽しめるようになったら、それで収益をクリエイターと作品を作った会社が持っていくことができれば当然良いことではないですか。それだけでも日本の漫画界にはとても良いことです。そしてそうしないと、その国が積極的に海賊版に取り締まってくれると私は主張しました。当然取り締まります。なぜなら文化産業の石油だからです。自国の漫画家たちと漫画作品を守らなければならないですから。それにすごくいいじゃないですか。皆さんの国の作家たちが世界へ、皆さんの国民漫画を世界に見せるということはとても良いことじゃないですか。とても誇らしいですし、とても楽しいし、その長期的な影響力を考えると言えないほど価値があるじゃないですか。そしてきちんとしたプラットフォームが入ってきて税金を払うじゃないですか。事業は税金を必ず納付しなければなりません。漫画を盗んで不法サービスをするこの泥棒たちとは違い、収益を得て国に税金を納付してくれます。取り締まってくださるでしょう。これだけでもとてもいいことですが、もっと大きな良い理由をこれから話すつもりです。結論から話すとどれだけいいかというと、日本の漫画界に来るものすごい必然的な巨大な危機を防いでくれるでしょう。言うことは私が聞くにも呆れます。これはとんでもないことを言うんじゃないですか。普通この程度のほら吹きですと詐欺師という言葉を聞きます。でも詐欺師ではありません。まあそれで私が事業をするというわけでもありませんし、私にお金を投資してほしいというわけでもないでしょう。私はむしろお金を使って大変な思いをしているところです。大変な思いをしている人は詐欺師ではありません。頭がとても痛いのを耐えながら、息が詰まって暑いのに耐えながらこれをやっています。もちろん世界にトゥーンビジネスが起こる日が来たら私にも利益が入るでしょう。実は私が日本と韓国の業界の漫画の未来についての話、あるビジネスの話をしたんですが、実は多くの方々が同意されました。多くの方々が同意してやりたがってたんですが、私に持ち分を上げるとか渡します株を上げるとか、あれこれ多くの提案がありましたが、私が全部断りました。しかもある方が怒ってました。いや、このバカな人がこのおびただしいお金を
あなたが一生稼いだお金よりはるかに多いお金を株でくれるって言ってるけど、なんでこれが嫌だって言うんですかと怒っていました。それで私はこう言いました。私はどんな持ち分も受けません。私がもし仕事に参加するようになったら、労働の代償を払うだけです。その労働の代価は受けますが、株は絶対に受け取りません。断る理由がいくつかあるのですが、正直いいじゃないですか。お金、株という想像だけでもとても甘いです。この世で一番甘い誘惑は株ではないでしょうか。知ってます。いいことは知っているんですが、私が断った理由は、そうしてお金を稼げば私は漫画を描かない気がしました。私は自分が誠実だということを信じません。漫画は描かないと思います。ゴルフをしに行くと思います。私は漫画が描きたくてここまで来たんです。そして私は漫画を描きたいです。ただ仕事をしてお金を稼ぎたいです。 YouTube も撮っていますから、これも仕事だからこれでも稼ぎたいです。私がどこかの会社の株式や持ち分をもらったら、その会社だけ手伝わないといけないじゃないですか。私はみんなを助けたいんです。この夢に参加するみんなを助けたいです。可能な限り、力の及ぶ限り、そのため一つの会社に馴染まないようにしているのです。私を詐欺師だと思ったならそう感じてもいいです。しかし私はこのように発信しています。そして最後に私が思うには、新しい世界が起きればと思い、その世界を起こすのに参加した人々はとてつもない金持ちにならなければなりません。新しい世界を起こして良いことをしますが、当然お金持ちにならなければなりません。しかし誰かは大きな欲もなく働かなければなりません。私は私が働いたものだけもらいます。仕事をしたら良い待遇を受けなければなりません。私もできるだけ良い待遇を受けるように努力します。しかしそれ以上に金持ちになりたくありません。誰かはそうしなければなりません。一人くらいはそうすればいいです。この世界の純粋さのためにです。世界各国にいる貧しい漫画家のために。少しです。少し。私はそんなに純粋ではありません。少しだけヤンニョムのようにうどんに七味をかける程度です。誰かはちょっと純粋でそうした方がいいんじゃないですか。その純粋な誰かは私になるしかないです。ディレクターさんにしろとは言えないじゃないですか。私はもし漫画界が起きたら、この株でヨットを買いたいです。すごい建物も買いたいですが、ディレクターさんはちょっと純粋にしたらどうですか。私はちょっと。できないじゃないですか。私がするしかないです。だからそうなんです。グローバルに漫画系が誕生するのであれば、世界各国で漫画界が誕生します。グローバル漫画プラットフォームが誕生しますと、当然日本の漫画界にもとても良いことになると思いますが、それよりはるかに良い役割をしてくれるでしょう。そしてその良いことは、まさに日本の漫画家がこれから迎えるとてつもない危機を防いでくれることです。というちらっと聞くと、とても荒唐無稽なこの話をこれからやってみます。前置きが長すぎました。それでは次の映像で話を続けます。とても暑いのでエアコンをお願いします。